こんにちは、鍵小一です。本日はペンタックス K3 マーク3の、お話をちょっとしようと思ってます。これね K3 マーク3でねすごい感激したのがファインダーを覗いた瞬間にこれはすごい。なぜかといえば APS-C のね、センサーを積んでるこれまでの一眼レフっていうのはファインダーがすごい小さかったですよ。それが嫌で、35mm のねフルサイズの例えば K1 を僕は結構使ってたんですけど、でもねK1 とね、このね K3 マーク3をね見比べたんですよ。あんまりね変わらないんですよ。むしろねこちらの K3 マーク3の、ファインダーのねスクリーンの切れ、ファインダーを覗いた時のね像の美しさ、これにやっぱりすごいこだわるわけですよね。で一眼レフってねやっぱりねファインダーが命なんですよ。ストロボも内蔵してないじゃないですか。おそらくねこれはね僕の想像ですけどね、これはもうファインダーの性能をね上げるためにねストロボを抜いてきたんじゃないかと。実際やっぱりプリズムの技術っていうのは相当難しいと聞いてますから、今ね一眼レフを出すっていうそのことのね意味、これねファインダーを覗いた瞬間にねそのことが分かりますからね、これは素晴らしいと思いました。私が一眼レフを使う理由ってねいくつかあるんですけどね、さっき言ったみたいにファインダーの美しさっていうのもあるんだけど、一眼レフってね想像力をね喚起させるものだと思ってるんですよ。つまりミラーレス機ってこうファインダーを覗いてシャッターを切るといきなりね出来上がる画像が見えたり、その撮る前にね大体のおおよそね出来上がりの画像分かったりするんだけれども、それはそれで便利なこともあるんだけど、でもねあんまり面白くないわけですよ。でもね一眼レフはねこう実際こう撮ってから、出てくるまで実際の画像を見るまでモニター見ないと分からないから想像力が必要なんですよ。撮る人にこういうふうにおそらく映るんじゃないかとかそういうことを考えながらファインダーを覗いて撮るわけだから、絞りをどうするかとか、シャッター速度をどう決めるかっていうのが割と、おそらくこのシャッター速度とこの絞りだったらこういうふうな写りになるんじゃないかと、そういうふうに思うわけですよ。それをね出来上がりを想像しながら、撮るのが楽しい。だからねミラーレスキラーはいきなりこう答え合わせがあるわけですよ。で一眼レフはね撮ってから、一泊置いて成功してたみたいなね、実際に再生して撮った写真を見て自分が考えていた通りいったっていう時に、その時のね喜びがあるわけだからね、やっぱそれでね余計にこう光を意識するんじゃないのかなっていう感じをしますよね。敏感になる自分自身がね。で被写体とねやっぱりその時はねやっぱり向き合って対話するような気持ちで、撮りたくなります。人物とかでもそうですけども。で僕はねトリセツ読むの実は苦手なんです。だから K3 マーク3がいっぱい機能が入ってると思うんですけれども、でも僕みたいに割と古めの人間でも取扱説明書を見なくてもそのまま使えちゃうでしょ。これは大体これはこうすれば動くはずだと思ってパパッと撮る。でもちゃんと映ってるからこれ結構嬉しい。あとねオートフォーカスのやっぱりねこれ後ろの AF のセレクターこれついたの良かったですよね。これで素早く、動かして、フォーカスの位置を変えられるでしょ。これもすごく使いやすくて気に入ってます。いろんな意味でね、ファインダーを覗きながらそれでもこう簡単に操作できる、さっき言ったみたいに想像力をね働かせながらおそらくこれはこうなるんじゃないかと思わせながらこう撮れる。いいよね本当に。でもこれ本当一度ねファインダーを覗くとね結構ねみんなグラッと切ると思いますよ。で実際ね使い心地がすごくいいんですよ。でグリップ感もすごくいいし、このサイズがやっぱり、大きすぎず小さすぎず握りやすい。あとね動作音が素敵ですねこれね。結構シャッター音がねやっぱり重要なんです。この種のカメラはね非常にいい感じです。これ連写の音なんですけどわかります？ペンタックスといえばねやっぱりマウントがずっとね1970年代の中盤からね同じですよね。 K マウント、これ今の最新の2040のズームレンズなんですけどクラシックなデザインがなかなか美しい。これはまたね K3 マーク3に合うわけですよ。わざとね白いレンズを選んだわけ。
これまたね綺麗なんだよね。で30年間結構ねカメラもレンズも好きだからね、結構いろんなものを買ったんですよ。そしたらうちにいろんなあらゆる種類のねレンズが揃ってしまい、これはSMC ペンタックス A レンズって言って、これちゃんとね小さいけどね設定がついてる。これもちゃんとね、でもね K3 ねマーク3は読むわけですよ。すごいなと。ちゃんと読んでね、ボディ側からね絞りが設定できる。いいね。実に使いやすいわけです。こんな古いレンズ。これはね 35mm の F2 っていうね、結構初期の70年代の中盤ぐらいに出たやつですけどね、大口径レンズなんですけどね、これももちろんちゃんとつく。もちろんマニュアルフォーカスなんだけど、ファインダーのキレがいいわけだから、マニュアルフォーカスでもすごい使いやすいわけですよ。これが嬉しいんだよね。でね、ファインダーってね何が大事かっていうと、やっぱりね明るさだけじゃないんですよ。フォーカスのキレなんですよ。でそれがねカメラを使うかね使いたくないかっていう、なんかそこで分かれ目あるわけだからね、そのことはねすごい重要でね、強く言っておきたいです。ペンタックスには一眼レフが必要なわけですよ。やっぱりね絶対なきゃいけないものだし、機能の問題じゃないんだよねカメラって。いやスペックだけじゃなくてやっぱり見た目の美しさだし、ファインダーの綺麗さね、もちろんオートフォーカスとか連写とかそういうのも大事なんですけれども、使いたくなるね、それがすごい大事ですね。このカメラ見て使いたいぜって思わせる、その絵がねカメラにね力があるかないかなんです。でね K3M3 はねありますね、それはね間違いなく。実際にダイヤルとか操作しててもね楽しいですよ。写りとかね関係ないところにお金がかかってる、これ重要なことですよね。ダイヤルのね動かした時のトルク感とかね、そういうことは非常に大事です。カチカチした実際に撮ってない時も触って楽しい、これはやっぱりいいカメラのね資質です。